日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。私の住んでいる町から車で南に1時間ほど行ったところにシルバースプリングスという泉があります。州立公園になっています。そこには20年ほど前に私の両親、日本から来た両親も連れて行ったことがあります。思い出の場所なんですが、10年ほど前でしょうか、ハリケーンが来て大きな被害が出てしまいまして、修理するのを諦めたオーナーが売りに出したんですが、結局州立公園になりました。で、このシルバースプリングスという公園で有名なのがグラスボトムボートです。船の底がガラスになっていて、水の中が見えるようになっているんですね。草とか水草とかお魚なんかを見ることができます。川底から水が湧いている様子も見ることができます。私は水族館で魚を見るのが好きなんですが、このグラスボトムボートは本物の自然、水族館の水槽の中のお魚とか水草ではなくて、自然のお魚、なんか自由に気持ちよく泳いでいるお魚を見ることができるので、とても癒されましたね。で、もっと嬉しいことにマナティーがいました。生まれたばかりのベビーもいますよということで、ベビーも見ることができたんですね。とにかく私の第一印象は大きいということでした。ベビーは赤ちゃんはですね、好奇心が旺盛らしくて、このグラスボトムボートの下まで来てですね、泳ぐ姿を見せてくれたんですけれども、赤ちゃんだというのに大きい。私と同じぐらいでしょうか。150センチ、155センチなんですけれども、赤ちゃんもそのぐらいの大きさでしたね。大人になると、このマナティーは4メートルほどになります。随分大きな動物ですね。で、マナティーとかジュゴンという海に住む動物はですね、人魚、マーメイドに間違われたのではないかという説がありますよね。確かに昼間の明るい時に見れば、これはマナティーだ、動物だなってわかるんですけれども、暗がりの中で、水の中をそっと覗いたら、なんか人魚のような、上半身は女の人みたいに見えたのかなと思います。特に海で船に乗っている仕事をしている人、男性が多いですからね。男性が長い間、女性に会うこともなく、海を眺めていたら、ジュゴンのような動物がポチャンと現れて、人魚がいる、女の人がいるっていうふうに見えちゃったのかなという気はしますね。で、この人魚なんですが、日本にも人魚の伝説たくさんあるんです。私の地元で有名なお話は、人魚の肉を食べて800年生きたという女の人の話ですね。昔のことをよく覚えていて、若さの殿様に昔話を話して聞かせた、なんていう伝説が残っています。人魚を食べると死なないという伝説は日本のその他の場所にも残っていまして、でさらにですね、人魚のミイラというのもいくつかきちんと保管されているんです。お寺などに保管されていて、もうきれいな箱に入って残っていたり、きれいに見せるために残っているんですね。で、私がネットで見たのは、腰から下は鮭ですね。お魚の鮭の感じ、鮭の体というか、鮭のこのヒレがついたボディで、上半身はなんかお猿さんみたいなのをくっつけたような感じに見えました。で、この江戸時代にですね、このミイラを手作りする人たちっていうのがいたそうなんです。で、それをね、見せ物小屋で見せたり、あるいは売ったりしていたそうなんですね。
でそれを見つけて、購入した外国人がいたらしくて、オランダにもこの日本の人魚のミイラ残っているそうなんです。面白いですね。ただこの人魚のミイラ、お猿さんと鮭をくっつけたミイラだけではなくて、なんか随分大きな人魚のミイラも残っていまして、身長が170センチぐらいある男性のミイラというのも残っているそうなんです。男性の人魚のミイラですね。で写真でちょっと見たんですが、それは随分気持ちが悪いなと思いました。夢に出てきそうだなと思ったんですが、そのネットの情報によりますと、この男のミイラを保管しているところではですね、そのミイラの夢を見ると不老長寿、子宝に恵まれるんだそうです。ネットでもいいので、そういう希望がある方は見てみてください。というわけで今日はマナティから人魚のお話をしてみました。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。